こんにちは。今日もご視聴どうもありがとうございます。今日はですね、このダイソンっていう掃除機で有名なブランドのエアーラップっていうブラシとかコームのついているドライヤーなんですけれども、ダイソンっていう特殊な技術を使って掃除機ですごく有名なブランドなんですけれども、同じ技術を使って除湿機とかエアクリーナーとかこういう美容系のドライヤーとかも最近出してるんですね。今ダイソンから出てるドライヤーっていうのは3種類あって、1つは普通のドライヤーです。で2個目がこの特殊なブラシ継ぎのドライヤーで、もう1個が最近出たストレーナー、髪の毛をまっすぐにしたりするんですけど、そのまっすぐにするストレーナーでもカールみたいなのが作れるっていうことで、ただそれだとドライヤーの機能がなくて、最初に言った普通のドライヤーだとただ髪の毛を乾かすだけなんですけども、こっちのこのエアラップは普通のただのドライヤー機能しかついてないドライヤーと比べると、ドライする風力っていうのが 80% しかないらしいんですね。なのですごく早く髪の毛をどんどん乾かしたいっていう人とかはその普通のドライヤーを買った方がよくて、でこっちはどっちかっていうといろんな種類のカールとかストレーナーみたいなのを使いたいっていう人おすすめです。でもう一個のコテの方は髪の毛を乾かすっていう機能がないので、こうスタイリング用として使うものです。で早速買ったので今から開封していきたいと思います。一応一番安い金額で3種類このブラシの部分っていうのを買えるんですけれども、いろんな種類のブラシがあったんですけれども、私はこの巻き込むっていうんですか、ドライヤーを使った時にその掃除機の力で髪の毛を吸引するんですね。で吸引してそのあまり強くない熱の力でも吸引しているから、こうカーブがつきやすいっていうロッドっていうんですか。はい、では開けていきたいと思います。そうですね、こんな感じですごいしっかりとしたレザーですね。紫色の刺繍がされています。はいはい、こんな感じでレザーのパッドが入ってました。で説明書みたいなものですね。これは何だろう、こんな風に説明書が入ってきました。どうやって髪の毛をカールするかっていう風に。中の方はですね、こんな風になっています。これがスタンダードのドライヤーの付属の部分ですね。こんな風に入っています。でここにはただの空っぽなんですけど、ここにこの付属のパーツを入れるための収納スペースになってます。でこれが実際のドライヤーですね。ちゃんとこんな風に紙がついてます。コンセントの方がこの下にこういう風に箱に入って収納されてますね。でこの箱の中には取扱説明書的なものですかね。エアーラップの説明書と、あとこんななんかパーツが入ってました。これあれですね、なんか掃除用ですかね。なんかこうパーツがちょっと箱の中に入ってました。これちょっと開けたいと思います。取れました。はい、こんな感じで本体には紫の色とかついてないみたいですね。ここが換気口になってます。これが付属品をヘッドをつける時のロックとアンロックで、つけると自然にロックになるそうなんですけど、取り外す時だけこれを下に引っ張るそうです。でその反対側にあるのがこれが電源ですね。これが風力の調整だと思います。3段階あります。でこれが温度の調整ですね。冷風と、温風とすごい熱いヒートで、これがヒートなんですけど、これがオフの状態で、こうするとヒートの状態です。温かい温風が出て、こう指で押すと冷風になります。でもこれ自動的に戻ってしまうので、こう手作業で、このパーマネントっていうか継続的に冷風が欲しい時はこれを一番下にした状態で、この真ん中のにすると
ずっとレフが出てっていうことらしいです。ヘッドの方も開けていきたいと思います。でこれ3種類なんですけど、1つ30ポンドらしくて、他に買い足すこともできます。でブラシとかの方はお店でちょっと試したんですけど、すごくカールをつけるっていうよりはこう緩やかなウェーブにするって感じじゃないので、一番きつめなのがこの3つだったので、とりあえず3つ買ってみようかなと思ってやってみました。ここだ。こんな感じで出てきました。そうです。でこれそうですね、1つのカーブにつき2種類ついてくるんですね。その右巻きと左巻きっていうんですか。なんで一回一回その左右やるときに付け替えなきゃいけないらしいです。それ結構私知らなかったんで、2個もついてくるんだってちょっと思いましたけど、こんな感じで3種類買いました。こちらにあるようにこれは L の長いロングヘア用の 40mm ですね。ということで今から一番大きいロットの 40mm で髪の毛を少し巻いていきたいと思います。こちらが開封された状態のドライヤーですね。こちらのロッドをここにこういう風につけるだけです。でもうこの状態で全然取れない。で取る時はこのさっき言ったように後ろ側にあるロックを下に下げて簡単に抜ける。取り外す時だけこのスイッチを使います。でなんか空気っていうのはここスイッチを入れると出てきます。で私の髪の毛は割と太くて使用に難しいって聞いたんですけど、このドライヤーにあんまり向いてないかなってちょっと思うんですけど、一応実験してみます。でちょっとだけ髪の毛濡らしました。整髪剤とかは全然つけてないです。この矢印がどっち側に巻くかっていうのが分かるので、内巻きに巻きたいので、温かさは一応一番温かいのに設定しておきます。で10秒間このスイッチを入れて、その後10秒間このコールドにするそうです。なんでこのつまんでる髪の下側からこれを近づけるそうです。うまくいくかな？そうですね、私やっぱり髪の毛が太いので、一つ一つ取る束を少なめにするとちゃんと巻きつきます。でも多めに取っちゃうと余分なちょっと外側の部分がいつもやっぱり余っちゃって自分で巻く感じになります。こんな感じになります。はい、どうでしょうか。今片方だけ 40mm でやってみたんですけど、内巻きですね。結構いいなって思いました。なので私もう少しだけこうカーブゆらゆらってさせたいので 40mm じゃなくてもう少しきつめのにしてもいいかなって個人的には思います。反対側もやってみたいと思います。それでですね、これ今取り外してずっと使ってたんですけど、使い終わったすぐあとこう掴んでもそんなに熱くないっていうのが売り文句の一つだそうです。その熱があんまり発生してなくて、吸引の力でこうカールを作っているので危険がないということです。いい感じですかね。こちらの 40mm の L サイズのロッドでこのようにカールしてみました。で私初めてやったのであんまりうまくないんですけど、なんとなくコツはつかめたかなと思います。で私の髪の長さですとふわっと1カールするぐらいです。でちょっとこうレイヤーが効いてるので下の方に長めのカールがここら辺とかつきます。でこの後一番きつい20mm のをやり直してみて比べてみたいと思います。次は
こちらの 20mm の方で一番細かいロットですね。一番こう細かいウェーブができるらしいので、今からこちらでやっていきたいと思います。すごい、めちゃくちゃカールしました。こんな感じです。で、左側だけやってみました。どうでしょう。一つ気づいたのはやっぱりロッドが細いので、その巻きつく紙の量が若干 40mm よりも少なめにしないと余っちゃうなと思いました。一個一個選んでる紙の量が少ないので、巻きの束感がバラバラになっちゃうなっていうのはちょっとありました。一番きついカールの 20mm でやりました。いかがでしょうか。ちょっときつすぎかな。最後のこちらの 30mm のロットで比べてみたいと思います。やっぱりちょっと 20mm はきつすぎて 40mm は緩すぎたので、もしかしたら 30mm だったらちょうどよくなるんじゃないかなって思いましたので、はい、それではこちらの 30mm のロットで巻いてみました。どうでしょうか。20mm の方が 40mm よりいいかなっていう話をさっきしたんですけど、30mm やってみたら 30mm が一番良かったです。20mm だときつすぎちゃって、40mm だとなんかあんまりカーブかかったっていうよりはちょっとこう半カーブしかしてなかったですね。 40mm でも 20mm だとくるくるしすぎちゃって、あと 30mm の方が 20mm よりも一度に取れる束の量が違うので、束感みたいなのが 30mm の方が出るんですね。あと 30mm の方がつかめる、1回に巻ける束の量が多いので、時間的にも若干ちょっと早いです。どうでしょうか、皆さん比べていただいて。今回ダイソンの買って、すごいちょっと今日初めて使ったので、最初の 40mm よりも最後の 30mm の方がうまくいったかなって思うんですけど、すごい利点としてはいっぱいあります。一つは作業がすごい簡単、ほぼ片手でできるし、これ重いけどそこまで重くないんですね。あんまり今日鏡使ってないんですけど、その鏡とかでしっかりやらなくても結構なんとなくこう引いたり押したりしてればこう絡んでくれて、でそのままスイッチオンオフで音符レフ付け替えられたりするので、めちゃくちゃスピードとしては速いです。なんでこれセットするのに多分10分かかってないんじゃないですかね。5分とか10分とかで全然できちゃうので、ほんと毎日やっても全然いいかなって思いました。で2個目はツヤ感がすごい出るんです。多分熱があんまりなくて吸引力の力を使ってるからなのか知らないんですけど、すごい普段ドライヤーとかかけると結構パサパサしちゃうのが多いんですけど、すごい髪の毛がツヤツヤしてて、ドライヤーかける前よりも綺麗な感じがするので、それもすごくいいかなと思いました。普段手で巻いてドライヤーそこにかけたりするんですけど、その時よりも髪の毛のツルツル感が違うなって思いました。で3つ目は、私今回3種類買ったんですけど、大中小とやってみたんですけど、その混合させるのもいいかなと思って、その大中小で 30mm、20mm、40mm で全然こう雰囲気が違うんですね。だから前髪だけちょっとこうゆらゆらってしたいとか、下の方だけすごいぐるぐるにしたいとか、こう場所場所でこうパッパって付け替えてハイブリッドみたいにできるなっていう思ったので、その手軽に巻きの
感じとかを調整できるのが、ここちょっと怖いよ、ここちょっとやろうみたいなことがすごいできるなって思いました。4つ目がさっき言ったのとちょっと似てるんですけど、ここちょっと足りてないなとか、ここもうちょっとだけこの部分だけちょっとカーブ強くしたいとかいうのにパパってこうできるんですね。でさっき左と右を付け替えるのは若干めんどくさいんですけど、でも結構もうすぐ簡単に付け替えられるし、ここをやった後にこっちちょっとだけとか後ろちょっとだけとか、ほんと出かける5分前にここちょっと緩いなとか思ったらできるし、全然めんどくさくないので、それは結構すごいなと思いました。あとなんか別に嫌だなと思った点とかも特になくて、音もそこまでうるさくないですし、本当に毎日やれちゃうかもって思いました。こちらをつければ普通のドライヤーとしても使えるので、付属の最初のデフォルトでついてくるドライヤーです。これは自分で選ばなくても最初から箱の中についてきます。これは普通のドライヤーなんですけど、ドライヤーの機能しかついてないダイソンのドライヤーだとこれぐらいの大きさなんですけども、若干細長くて小さめですね。ちょっとコンパクトめですね。でこれちょっと一瞬スイッチ入れてから数秒間だけ出てこないんですね。そのディレイがあるなっていうのがちょっと感じました。あとここを掴んでるとここから空気を吸ってるので、このフィルターにこう皮膚が吸われる感じがするなってちょっと思いました。ちょっとかけてみたいと思います。でこのエアーはすごい熱いのと温かいのと、あと冷風の3種類あります。でこっちの風力が一番上が一番強くて中くらいで、一番低いのが一番下になってます。どれぐらいの風力なのかをお見せします。でこれは普通のドライヤーとして出てるダイソンの 80% の力があるそうです。中くらいの温風に行きます。はい。はい、どうでしょうか。風圧、私は普段使っているのでは全然もうこれで十分かなと思っていて、でこの温風の厚さっていうのはこの中くらいの厚さだと、普通に顔に直で当てても全然大丈夫なんですけど、厚い方にするとちょっと顔に直当てだと熱ってなるくらいの厚さです。今日はこのダイソンのドライヤーでダイソンのエアラップを新しく購入したので、それの開封と3種類のコームを買ったので、その3種類の実際に髪の毛に当ててみて比較をやってみました。お楽しみいただけたでしょうか。こちらのチャンネルではこのようにちょっとおしゃれとかデザインが可愛いとか、建築家とかデザイナーとして使っててすごく便利だなって思うガジェットとか家具とか日用品とかですね、そういうものを旅あるごとに紹介しているチャンネルとなっております。なので今日面白かったな、役に立ったなっていう方はぜひサムズアップをくださるのと、もしよかったらサブスクライブしていただいて、次回また別の時にお知らせが来るので訪れてくださったら本当に嬉しいです。ということで今日は長々とご視聴の方どうもありがとうございました。はい、じゃあまたお会いしましょう。バイバーイ